こんにちは。F ミックの棚田です。初めてウェブ会議のファシリテーターをすることになったという方に、誰でもすぐにできることをシリーズで紹介しています。第3回目の今日は、名前を呼ぼうというテーマです。ウェブ会議でメンバーの発言を引き出すとき、どんなファシリテーターでも簡単にできること、それは名前を呼ぶことです。単純に思われるかもしれませんが、これは基本です。名前を呼ぶというのは、佐藤さんいかがですかというふうに指名をしていくということです。まずはそのための準備、次に会議の内容に沿った指名の仕方、最後に名前を呼ぶことのメリットについてお話しします。まず準備ですが、もちろん事前に参加者を把握しておくことが必須です。参加者名簿を手元に置くことをお勧めします。北海道支店の田中さん、お願いしますというふうに声をかければ、指名された人はすぐに自分のことだとわかりますし、聞いている他のメンバーもこれから話すのはどこの誰なのかということがわかります。人数が多い場合は、発言者にも名乗ってから話してもらうといいですね。で、その場合も会議の冒頭で発言の時のルールとして周知することが大切です。次に、会議の内容によった指名の仕方ですが、順番に全員を指名してまんべんなく発言してもらうのがいいのか、特定の人に最初は語ってもらうのか、会議の内容やテーマによって、指名の仕方を変えていくという必要があります。最後に、名前を呼ぶことのメリットです。発言を引き出すといった以外にも、例えば FMIC では会議の内容はリアルタイムに記録していくといった手法をとっているので、通常特別なケースを除いては会議システムのレコーディング機能には頼りません。でももし皆さんがレコーディング機能を使って議事録を取っているといった場合も、もし映像記録で誰が発言をしたかということの特定ができなかった場合でも、名前を呼んでいれば、音声の情報だけで、この意見を言ったのは誰なのかといったことがはっきりと特定できるといった効果もあります。それでは、初めてのウェブ会議ファシリテーター、頑張ってくださいね。